皆さんこんにちは。今日はレトロとネオレトロシューティングゲームのイベント、不思議なシューティングゲーム祭り in 新橋に戻ります。前回の動画ではメビウスのコーナーを紹介しましたが、今回は VIP コーナーに移ってそこにあったタイトルを見ていきます。イベント全体については第1弾の動画で紹介しています。 VIP のコーナーに行きます。秋葉原の店舗でも知られていて、レトロゲームファンの間で人気がどんどん高まっています。特に80年代から90年代初頭のパソコンに得意。個人的にも秋葉原に行くとほぼ毎回立ち寄ってます。店内は80、90年代のオタクの聖地のゲーム屋さんを思い出させる雰囲気で、商品が床から天井までびっしり並んでいます。パソコンだけでなく家庭用ゲーム機やソフト、アーケード基板、音楽 CD、フィギュア、そして当時の雑誌やポスターなども豊富に揃っています。実は昔の古いゲーム雑誌を探しているうちにビープを知りました。そして新作、特にネオレトロゲームやインディーゲームも扱っています。さらに MSX や X68000 のような古いパソコンや80、90年代の家庭用ゲーム機の修理サービスも行っています。それなりにコストがかかりますが、大切なマシンを長く使い続けられます。修理を依頼する場合は、まずは公式サイトから問い合わせて事前に診断してもらうことをお勧めします。ビープはパブリッシャーとしても活動しており、ここ数年は過去の名作を当時の実機向けに復刻させるほか、最新ハードへの展開も手掛けています。今回の会場でも X68000Z 専用ソフトエグザクトコレクションがイベント限定の特別価格で販売されていました。そう、何度か取り上げてきたズイ機のミニ X68000 のことです。エグザクトコレクションは90年代に卓越した技術を見せた開発チームエグザクトの4タイトルが収録されています。これはもう買わずにはいられませんでした。このコレクションの第1弾は1990年にリリースされた横スクロールシューティングナイアス、疾走感のある BGM が印象的な一本です。デザインこそ王道ですが、デビュー作とは思えないほど敵のパターンやステージ構成にしっかりとバリエーションがあり、なかなかの完成度です。2本目は1991年に発売されたアクアレスワイヤーを駆使して戦うロボットアクションです。このワイヤーは攻撃だけでなく足場に引っ掛けて移動する際にも重要な役割を果たします。いいグラフィックに大きなスプライトに加えて一筋ではいかない探索型のステージ構成も魅力です。重速兵レイノースや重速兵バリケンのようなロボットものが好きなので、このタイトルは外せませんでした。実は次の紹介する作品と合わせてこのコレクションを購入した決め手でもあります。その3本目が1993年に発売されたエトワール・プリンセスです。ファンタジー世界を舞台にしたトップビューのアクションアドベンチャー。主人公はお茶目な姫様で、旅の途中で出会う仲間たちも操作可能になります。キャラクターごとに攻撃方法が変わります。グラフィックには派手さはありませんが、丁寧に書き込まれていてゲームの雰囲気が気に入ってます。4本目は1994年に発売されたジオグラフシールエグザクトが 3D シューティングに挑戦した作品で、ターゲットを破壊しながら進んでいくゲームです。まず驚くのがその技術力。 10MHz の68000プロセッサでも滑らかな 3D 描写を実現した最適化の極致ともいえるエンジン。投資としてはまさに魔術ですね。わずか4年の間にエグザクトはジャンルの違う作品を次々とリリースしました。どれもクオリティが高いです。中でもこのジオグラフシールの操作性は当時としては画期的でした。射撃の角度を上下に動かせたり、大きくジャンプしてマップを見下ろせたりと、当時としては珍しい操作が実現されています。このゲーム画面を見てピンときた人もいると思います。そう、ジャンピングフラッシュです。初代プレイステーション初期を支えた看板タイトルの一つですが、実はエグザクトとムームーによる共同開発作品なんです。その後エグザクトはプレイステーションの子会社へ統合され、思い出深いゲームを手掛けることになります。可愛い2Dグラフィックが印象的な RPG ポポロクロイス物語、そして広角機動隊、テクノサウンドの BGM を背景に縁駒を操るテンポのいい TPS です。今でも楽しいと感じます。
同じく X68000Z 向けのタイトルとしてメタルオレンジ EX もありました。1993年に X68000 で発売されたアルカノイドのようなブロック崩しで美少女イラストに加え、グラディウスに近いパワーアップシステムを使っています。エネルギーブロックを回収して貯めることでオプションを発動できます。例えば1ブロックでスピードアップにあたるターボ、2ブロックで時期の幅を広がるロング、4ブロックでレーザーが使えるといった感じです。画面内のブロックをすべて破壊するとご褒美として美少女イラストが表示されますが、中にはセクシーなものもあり18禁指定となっています。難易度はやや高めなのでモチベーションになるかもしれません。なおビープからはメタルオレンジ EX の Windows 版が2026年5月29日に発売される予定です。もう一つ成人向けタイトルも並んでいました。今度は MSX2 と MSX2 プラス向けのシューティングパズル美少女コントロール。画面上の文字を打ち抜いて右側に表示された美少女イラストを1マスずつ出現させていくゲームです。クリア後のご褒美画像はさすがにここで見せられません。正直ゲーム内容自体はシンプルですが、当時としてはシューティングとエロチズムを組み合わせた作品として目立っていたようです。オリジナルは1989年に MSX で発売され、その後 MSX2 にも移植されました。開発を手掛けたのは40年近い歴史を持つ株式会社ハード。80年代後半には様々なコンピュータ機種で展開された美少女写真館シリーズなどでアダルトゲーム分野において知られるメーカーです。現在でも一部のタイトルが Windows 向けにダウンロード販売されています。ちなみにこの美少女コントロールは当時人気を集め、非公式ながらファミコンのディスクシステムにも移植されていました。会場ではこのゲームは SD カードで販売されていました。実機で遊ぶには自分でフロッピーディスクにコピーする必要があります。また MSX2 のエミュレーターを使って遊ぶこともできます。ビープの通販サイトではフロッピーディスク版も販売されています。ビープはコトンリブートの販売も手掛けています。このタイトルは以前の番組でも紹介しました。軽く紹介すると、コトンリブートにはコトンの X68000 版の一色とリメイクが収録されています。X68000 版はアーケード版をベースに遊びやすいようバランス調整が施されています。そしてリメイク版アレンジモードではオリジナルとアレンジ2種類の音楽を楽しめます。アレンジモードではコトン以外のキャラクターも使用可能で、新しい要素も追加されています。例えばクリスタルは落ちてくるのではなく空中に浮かぶようになっています。そしてクリスタルを打つとショットが分裂し、威力と攻撃範囲が少し強化されます。これがスプリットショットです。スプリットショットで敵を倒すと画面左下にあるテンションゲージが溜まっていきます。ゲージが満タンになると一定時間フィーバーモードに入ることができます。この状態でスプリットショットで敵を倒すと緑のストーンが出現し、ボーナス倍率がどんどん上がっていきます。フィーバーモード中は画面の情報量が多くなるので集中力が必要です。ロケットエンジン開発のよくできたリメイクです。ビープはコトンリブートハイテンションの販売も担当しています。会場ではこのゲームをプレイできました。実は2024年の東京ゲームショウで初めてプレイする機会がありました。このコットンシリーズの最新作は2025年の夏にスイッチ、PS4、PS5 向けにリリースされました。全く新しいストーリーとなっており、新たなプレイヤブルキャラクターマカロンも登場します。グラフィックは引き続き 2D ですが、ビットマップの解像度が上がり、より鮮明になっています。背景のグラフィックはセガサターンのコットン2やコットンブーメランを思い出させます。ゲームシステムはコットンリブートで追加されたスプリットショットやテンションの要素を引き継いでいますが、フィーバーモード中にはウィローを回収できます。一定数集めるとオーバーテンションに突入し、さらにスコアを稼ぐことができます。その他にも魔法を発動するためのオーブや妖精を使って敵を捕まえ味方として戦わせるといった新要素も追加されています。キャプチャーの仕組みは G ダライアスのキャプチャーボールに少し近い感じです。ちなみに G ダライアスはシリーズ初の 3D タイトルです。初代プレイステーション版をかなり遊んだ記憶があります。ラジルギ2もビープが手掛けています。2024年に発売されたシューティングゲームで
RS314 らしい独特の作風が健在。このスタジオについてはまた別の動画で話す予定です。最後に移転前にもかかわらず秋葉原の店舗で撮影させていただいたビープさん、本当にありがとうございます。おかげさまで貴重な映像を撮影することができました。約11年続いたこのお店も建物の取り壊しに伴い5月17日に閉店しました。ですが近いうちに秋葉原の別の場所で営業を再開する予定です。次回の動画ではレトロゲーム向けアクセサリーや8ビット16ビット時代の名作復刻でも知られるコロンバスサークルのコーナーを紹介します。さらにお気に入りのスタジオピクセルのタイトルも紹介します。動画見てくれてありがとうございます。それではさようなら。